動物園の歴史上最も残虐な事件、旭山動物園飼育員妻焼却炉殺人事件は、日本で最も動物虐待事案を発生させている旭山動物園が現場である。これまで判明している旭山動物園、飼育員の残虐事件の概要。1、2026年4月、旭山動物園の鈴木達也容疑者、33の妻の行方が不明であると親族や知人から警察に届け出があった。2、さらに容疑者が飼育していたペットのプードルの行方が分かっていなかった。ペットのプードルを妻を焼く前に焼却炉で焼却テストした可能性がある。3、容疑者鈴木飼育員は、妻を殺害し、旭山動物園内にある動物を骨まで灰にする強力な焼却炉で妻の遺体を燃やしたと自白した。4、さらに容疑者鈴木飼育員は、事件前、妻に対して、お前を残らないように燃やし尽くしてやる、と脅していた。事件後は、2時間以上妻を燃やし、妻は灰になった、と説明している。5、旭山動物園内の焼却炉から人間の骨が複数発見された。6、焼却炉の危険性から本来は厳重に管理しなければならないにもかかわらず、旭山動物園の坂東統括園長は、普段から鍵もかけさせておらず、誰でも使用できるようにしていた。7、容疑者鈴木飼育員は、妻を焼却炉で燃やした後も、朝のミーティングに笑顔で参加していた。旭山動物園は、普段から動物への虐待飼育を行っていることは、一部の人は知っていた。坂東統括園長、一部の飼育員による動物に対する残虐性も彼らの発言内容と飼育方針から分かっていた。事件は、個人の犯罪とはいえ、この飼育員が犯行に及んだ一つの心理的な要素として、旭山動物園の方針、坂東統括園長の存在は無視できないと推察する。坂東統括園長は、長年にわたり、旭山動物園の集客増に貢献したそして、地元から高い評価を受けている。旭山動物園は、自治体が所有する公益動物園としては、収益率がとても高い。しかし、坂東統括園長は、地元の子供や飼育員たちへ、常識では考えられない動物虐待教育を行ってきた。彼は、野生動物を見下し、物体として扱い、そして動物を殺すことを動物のための安楽殺という独自の用語を作り、動物の殺害を推奨する教育、言動を繰り返してきた。以下は、坂東統括園長の発言内容である。一部意訳あり。動物と人間とは、全然違うんだ。この発言とは異なり、動物と人間は同じと尻滅裂な発言をしている。動物は、危険な環境を与えないと子供を産まなくなってしまう。これにより多くの動物が自己死している。そもそも、このような科学的根拠など全くない。病気の動物を見ると、助けるのではなく、解剖したくなる。しかしやってはならないのだとも思う。動物をかわいそうだと思うのは間違っている。これは人間が本来持っている感情であり、間違っているかどうかという問題ではない。人間は倫理観や感情を出して、命に関わらないところで制御しようとするからおかしくなる。人間は倫理観や感情を持つべきではないとは理解できない。ある高校から連絡があり、校庭に鹿が出て麻酔をかけてくれと依頼があり、獣医でもある私が呼ばれた。当初は麻酔をかけて山に返すという話だったが、それを断り殺害した。そうしたら社会から批判を受けた。10万頭の鹿を救うため一頭、個の命など気にすることはない。一般人はこれが理解できない。これは、全体のためなら個体の死など取るに足らないといった民主主義を否定する全体主義の考えである。僕らは先のことを考えてしまって今を生きられなくなっている。鈴木容疑者は、先のことを考えずに行動した。その結果猟奇的な事件が起きた。旭山動物園では、カバとゴキブリと同居させていることを自慢している。ゴキブリやヤスデなどを、アフリカのゲテモノたちと呼称している。この表現方法は、動物園としては不適切極まりない。私は、動物がかわいそうだという考えで獣医になったわけではない。千葉市動物公園は、
レッサーパンダを可愛いと言って見せ物にしている。可愛いなどというのは、けしからん。旭山動物園では、多くの動物を見せ物にしている。そもそも動物園は、そういう施設である。彼は、多園の動物人気が上がると不快なようだ。坂東統括園長の異様なまでの考えが、最も顕著に現れたのが、コペンハーゲン動物園で発生したキリンやライオンのバラバラ解体処についての見解だ。この動物園は、大勢の子供たちの前で動物園で健康に暮らしている動物を、繁殖制限もせず、数が増えたという理由で殺害して、多くの子供たちの目の前で、バラバラにする解体ショーを開催した。世界中からこの残虐書への非難が巻き上がった。園長、職員への殺害予告まで行われた。坂東統括園長は、動物園の飼育員が動物の首を切断し、内臓を引き出し、動物の体をバラバラにするショーをすごいことだと称賛している。社会の批判を恐れず、このような正しいことをすることは大切だと話している。彼は、動物園は、繁殖制限などせず、どんどん動物に子供を産ませてあげて、動物園が世話をできないくらい増えたら殺害すればいいだけなのだ。動物園は経営面で合理的に考えよ、と訴えている。旭山動物園の飼育員たちは、このような教育を絶えず受けているのである。まとめ。精神的に未熟な子供たち、若い飼育員たちは、憧れる人物の発言を疑いもせず信じ込んでしまう傾向がある。今回の坂東統括園長の直属の部下である精神的に未熟、ある意味純粋な鈴木達也容疑者を前代未聞の冷酷で残忍な犯行の手助けになっていたのではないかと推察する。旭川市は、このようなサイコパスを生む、サイコパス教育をすぐに中止するべきだ。旭山動物園が掲げていることは、伝えるのは命としているが、実際に講演会などで伝えているのは、常識や社会の批判を恐れずに、動物を殺すことを躊躇するなという異様なまでの心のない冷酷な内容である。旭川市、及び旭山動物園が行っている動物教育は、人間性の喪失教育と結論付けます。長崎県佐世保市で15の少女が友達の少女を殺害し、バラバラにした快楽殺人があった。少女は、友人の遺体への傷つけ方が異様なほど激しかったそうだ。少女は、警察の取り調べに対して、人を殺したかった、体の中を見たかった、と説明した。彼女は、小学生から中学生にかけて、猫の殺害を繰り返していた。動物への虐待行為から始まっていたのだ。動物への虐待、殺害は、純粋な悪の心を作り上げてしまう。